前回までのオラオラジオ。このクソ犬が私ちょっと嬉しいです。それ福山美里です。いいよやります。ジョジョに小声はない。新春すごろく企画エクスペディション2エジプト。セスナが墜落、一回休み。ホテルでベッドの下敷きにスワイプすられた。ひとまず進めー。この番組は荒木博彦先生原作のテレビアニメジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダーズのラジオである。パーソナリティは空城城太郎役の小野大輔でお届けする。ストーリー1987年日本。ジョースター家の血を引く青年空城城太郎は悪霊に取りつかれていた。祖父ジョセフは悪霊すなわちスタンドが突如発現した原因が100年の眠りから目覚めた吸血鬼ディオとの因縁によるものだと明かす。城太郎はスタンドの悪影響によって倒れた母ホリーを救うため全ての元凶にして邪悪の化身であるディオを倒すべくジョセフ、アブドゥ、歌教員ポルナレフと共にディオのいるエジプトを目指す。数々の敵スタンド使いたちを撃破し城太郎たちの旅は続く。この番組はスピードワゴン財団の提供でお送りします。改めまして空城城太郎役の小野大輔です。ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダースのラジオ第15回目です。今回は2週連続の更新。これでそっか、これで更新ペースがまた元に戻るということでですね。まあ正月すごかったね。しかし一挙放送セレクション放送ともうだから行くジョジョ来るジョジョって言ってましたけど本当その通りになりましたよ。お酒飲みながら見るジョジョは最高だね。実践しましたよ。いいんだこれがもうちょうどいいんだ。それがジョジョの再放送であったりですねセレクション放送を、踏まえましてエジプト編ついに各局でスタートいたしました。どうでしょう皆さん、福円ちゃん演じるイギーも、登場しました。活躍しております。そしてですねラジオのオープニングがもうその仕様になってるわけですね。いやびっくりしましたよ今聞いてて何この番組って思いましたもん。毎回オープニングは度肝を抜かれますジョジョなんですけれども本当エジプト編のねお話をしたいということでですね今回はこの方をお呼びいたしました。紹介しましょう。この方です。オラオラジオをお聞きの皆さんはじめまして、ディレクターの津田直勝です。よし。いやーでも待ってました音響監督矢野美さん以来のスタッフサイドから2人目のゲストということで津田さんに来ていただきました。ジョジョレイディオですか、では最終回にゲスト出演されておりましたけれども出ましたね。今回はスターダストクルセイダーズの方の話をいろいろとお聞きしたいなと思っておりますよ。いやでもねそうずっと来てほしかったんですよ津田さんに。ありがとうございます。僕もいつか行くんだろうなぐらいのことは思ってました。相当時間かかりましたよねそういう意味ではね。そうですね。でもスタッフにもこのタイミングがないんですって言われてそうなんです。裏を返せばそれぐらいやっぱ時間がないわけですよ津田さん。津田ディレクターはね、お正月休みなかったでしょだって。自分のせいですけどね僕の手が早ければそんなことにはならないわけですよ。これもね自分の不徳の致すところなんですけど。とんでもないですよ。間に合ってますからちゃんと。って何いやもう本当ねいつもねアフレコ状態ねコンテだったりするけどいつも最高の演技いただいてね本当いつもありがとうございます。いやとんでもないです。こちらこそ本当にいつも最高の演出をありがとうございますという話なんですけれども、やっぱ好きじゃないですか津田さん。好きですね。ジョジョを、ジョジョ愛にもうだからもうフィルムじゃないかもしれないけどフィルム見てても思うわけですよ。映像見てても、どうなんですか最初のそのきっかけ。やっぱ僕も日本男児として少年ジャンプはやっぱずっと読み続けてるわけですよね。やっぱね
やっぱね。さっきそう来る時ね一緒に移動してきたんですけれども、はい。現場からそうですね。そのジャンプの話をしてたんですよ。えジャンプで読んでたねって話をしてて、あれもしかしてって津田さんおいくつですかって話をしたら同い年だったんですよ。これはびっくりですよね。そうぶっちゃけどれぐらいだと思ってました？まあずいぶん前に現場でお会いした時からずっと、いやーなんかこう大人びた方だなと思ってたんで、僕より2,3ぐらい上かなぐらいのことを思ってたんですよね。見た目は僕より若いんですけどね。いや僕もでも津田さん上だと思ってたんですよ。そうなんですか。遍歴とかキャリア的なものとか、あとその演出を見てると、はい、これは相当な手だれだと相当な使い手だと思っていたら同じ時期に机を並べてランドセル背負ってたとその世代ですよ。なるほど。そうでもそっか。じゃあジャンプその時期この3部の時期とかももちろん読んでたってことですね。読んでましたね。読んでたと。はい。いや一番ハマったっていうかここ一番最初のジョジョだって覚えてるのって？一番最初のジョジョで覚えてるのは2部ですね。そうですね。小学生の時に足骨折して入院した時にジャンプ読んで読んでたわけですけど、その時がちょうど2部の終わりぐらいだったんですよね。で3部になった時にはもう結構普通に読んでてっていう感じで、なんか前のラジオでも言ったんですけど、中学生の時に友達が単行本をまとめてくれたっていう。それすごいですね。僕もびっくりしましたよね。僕人の名前ってあんま覚えられないんですよ。記憶力あんま良くなくて、でもそのくれた友達の名前覚えてますもんね。未だに隠れてねえや今オラオラしたと思います。はい。いやいい友達持ちましたね。いやいい友達でしたよ。その友達がいなかったらだって今こうしてもしかしたら演出してないかもしれない。その可能性は非常にありますよね。そう津田さんのね、そのしているお仕事、つまりその津田さんって監督とは言ってないじゃないですか。そうですね。ディレクターっていう風におっしゃってるじゃないですか。そうですね。そうこの仕事が何なのかっていうのをですね知りたいというリスナーの方がいらっしゃいまして、こちらスタンド名ジャイアント黒田オノディ津田 D こんにちはこんにちは。なるほどね。津田さんに質問です。はい。以前インタビュー記事でオープニングテーマを決めるのに悩んだというのを拝見して、ディレクターという仕事はどこからどこまでされているのだろうと思いました。せっかくのラジオ出演、これは津田さんの仕事だというところをいろいろと聞かせてほしいです。ディレクターといっても言うなれば監督を横文字にしただけなんですけどもうそもそもジョジョを始める時に僕がなんでディレクターなのってプロデューサーに聞いたぐらいで、自分の肩書きが、でプロデューサーもなんとなくいやなんかね本当にいやでもディレクターにしておけばリアルな話をしちゃうとこうビッグタイトルなんで監督って言ったらちょっと重責すぎるんでディレクターにしたら和らがないかなっていうことを考えてくれてたらしいです。気を使ってくださって。監督ディレクターそういう印象なんですかね。いや言い方です今の総監督とか言うとでもあれですけどね、責任ある感じがするじゃないですか。どうですかでも実際ディレクターとしての仕事っていうのは。そうですね。何も監督とは変わらないんですけど、オープニングテーマを決めるのに悩んだって話をですね。それは僕が悩んだというよりは、みんなで悩んだ。偉い方々と一緒にやっぱ聞いてくださるわけですよね。気を使ってくださって、オープニングなんだけどどういうのでいこうかみたいな話をしてくださって、いやジョジョですからねって、洋楽とかみたいな話をいろいろして、最終的には王道のアニソンでいこうって落ち着いたんですけど、だからやっぱ集英社さんや、ワーナーのプロデューサーさんがどこに落とすべきなのかって言って、やっぱ結局オープニングっていうのは本編の顔じゃないですか。なんで本編の人にも顔どうしたいって聞いてくれるわけですよね。でそれで一応こういうことなんじゃないですかねみたいな話はしますけど、最終的に決めるのはプロデューサーさんたちなんで。なるほどね。いやなんかほら監督っていうと、もう私はもうこれで、もうこれしかないんだっていう風に言いがちなのかなと思うわけじゃないですか。やっぱりそういう権力を持ってらっしゃる方も世の中にはいるかもしれませんね逆に言うとジョジョって
それぞれに俺ジョジョがあるじゃないですか。そうですね。ジョジョ愛、はい、なんかそれを決めるときに逆にやっぱ一人が独断で決めちゃうとどうなのかなっていうのはやっぱ僕も思ってたんですよ。だからそういう作り方をしてるっていうのを聞いたときに、みんながこうこう思うこう思うああもうこう思うっていうのをちゃんと出し合った上で最終的に決めてるっていうのを僕も聞いたときに、いいなって。そうですか。いや良かったですね。楽しそうって。いやまあこのタイトルはやっぱみんなが大好きでみんなが本当にちょっとでも関わりたいって思うようなタイトルなんで、まあ最大公約数っていうのが答えなのかも。そうなんですよね、きっとその最大公約数も間を取るっていうよりは、ものすごい熱量がこうかぶさってきたやつの中の一番濃いもう真っ黒になってるような部分のところをちゃんと抑えるっていうことなのかなというふうには。そうですね。なんかことごとくそれをねやってくるんですよ。僕ファン目線で見てますけどいつもあここ抑えてきたかっていうところ、ここ拾うみたいなね感じですよねきっと。そうなんですよ。まあ細かいですけど例えばちゃんちゃんとか僕好きでしたよすごい。ありがとうございます。ちゃんちゃん拾うんだとかね、やるかここってとか、あと裏側ね、例えばその原作で描かれてなかった部分とかをやっぱ今回3部それ多いと思うんですよ。そうですね、オリジナルシーンについてメール来てる。じゃあメールからいきましょう。スタンド名、ボーリングピンの爪切り。あれスタンドなんだ。小野さん津田さんこんにちは。こんにちは。ジョジョのアニメは本当に面白くて再生ボタンを押す指を止められないっつ。今回のアニメで特に素晴らしいと思うのは何の違和感もなく溶け込むオリジナルシーンの数々です。ジョセフとアブドゥルの茶室でのひととき、歌教員の香港の食事講座、日光浴など面白いものばかり、3話でストーリーの順序を変えて情感を高めた時などは手間暇かけてこさえられた映像表現にただただ魅了されてしまいました。これほどジョジョを理解した上で作られたオリジナル要素はどのように作られているのか教えていただけると嬉しいです。ということで、なるほど。スタッフサイドにしてみたらオリジナルというよりは補完であって厳密にはオリジナルじゃないんですよね。なんか創作っていうよりはある漫画、ある流れとコマとコマの間を埋めてるようなもんで、例えば2話の茶室で言うと、ホリーさんがおじいちゃんならアブドゥルさんと茶室にいるわよっていうセリフがあるわけですよね。それを拾ってそこを広げたわけですよね。そうだからねあまりに自然で、むしろなんかそこのセリフがすごい残ってて、なるほど、多分アメリカのですがってそう、アメリカのですあれはねあれですよ、安子ギャグですよ。脚本の安子さんが、安子ギャグっていうのある。いや今考えました安子さんがうまかったですね。あれがね相まってねむしろ自然に印象に残ってるっていうのがあって、あれはまだアフレコするまではちょっとあんまりどうなのかないけるかなって感じだったんですけど、雲翔さんがアメリカのですがって返しにって返すじゃないですか。あれ聞いていいや大丈夫いけると思ったんですよね。まずいって言ったらまずい力で押し切る感じですよね。そうですね。なるほど、ここまで力技でいけちゃうんだっていう。いやなんか本当にねジョジョのアフレコやってると、なんかね役者さんのパワーがあまりにすごいんで、いつもなんかちょっとこっちが至らないなと思うところも結構パワーで押してもらっちゃってて、いつもね助けられてます。ありがとうございます。パワーで押し切るいい機会なんで本当にいつもありがとうございます。こちらこそありがとうございますいつも。いやでも確かにパワーで押し切ってる部分はある、ありますあります。例えばなんですけどね、昔のアニメって結構そういうところがあったなって思うんです。丈太郎って例えば口閉じてるシーンが多いんですけど、とかみたいなのが多いんですよ。だから口閉じてることにこだわってるとダイナミズムがなくなるし、これでもなんて言うんだろうな、何にも動いてないけれども、ただ見てるその眼光だけだけど、その眼光の鋭さだけだけれども何か欲しいって言われた時にどうしようかって思うんですよね。でもこれは絵をちょっと超えなきゃダメだって思うんです。
だからそういう部分が役者さんがねやっぱこの現場特にそう思うんですけど、意図的に超えてくるんですよね。いつも超えます、ね、ゲストさんもいつも超えてくるんですよね。でそれが楽しくって、僕らがサイドからすると、その絵を作ってる側はその役者さんこのタイトルやりやすいのかなっていうのと、普段とあまりに違うやり方結構言い方変えると強要してるところもあるんで、対応してもらえるだろうかみたいな不安は常にいつもあるんですよね。例えばその1話目で、僕が見た時にすごいもう本当に感動したのは前も言ったかもしれないですけど指を折りたたむオラオラの殴る前にカシャン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 って、あのシーン見た時にこれは丈太郎だからとか抑えるとか絵に沿うようにっていう風にはあんまこれはねしない方がいいと思うんですよ。あの辺を見た時に絵を超えるぐらいやろうってこっちが思わないとダメだって、負けちゃうって。そうです。このアニメは珍しく絵に合わせる必要がないっていう、どうしても合わせたい時は注文つけるっていうようなやり方で岩波さんもやってますよね。だからこのタイトルに関しては、いや絵がこうだからっていうようなことを岩波さんやっぱ言わないですね。そうなんですよね。そう絵はこうだけどって言いますよね。そう、出しちゃっていいからこれ距離近いですけど、いいです貼ってとか、まあもう散々言ってるんですけど、この番組に小声はないと、モノローグも貼っとけっていう、貼っとけ、とりあえずとにかく貼っとけっていう、それがねなんかでもそれってやっぱ絵ありきだなって、逆に言うと絵ありき、絵があるからこそそれを超えられるし、やってくれるってやっぱ確信してるからいけるんですよ。すごくねその熱いものをね交換してる感じがするんですわ。そうですね。このタイトルは本当に、なんかみんなでね、一連卓勝じゃないですけど、みんなで作ってるなっていう気持ちがすごい強いです。津田さんが好きなエピソードってあります？3部で好きなエピソード、僕は基本的にコミックリリースなので、18話の3とかが好きなんですけど、結局面白回、好きな回をやっぱ自分でコンテやりたいって結構思ったりするんで、結局18話とあと27話、これから皆さんにお披露目される、お披露目されるは自分でやってて、これもなんかちょっといろいろと仕込んでるわけですよね。いろいろともうマジ多分テレビを見てる方はこいつらバカだって思ってもらえると思うんですけどなんかねやっぱね3のところも雲翔さんも言ってたんですよね。雲翔さんどのシーン好きですかってこの間聞いてたら、ラクダだけに楽じゃみたいな、楽だみたいな、ギャグのシーンが好きなんですって。あれがですか？アラビアのロレンスを何回も見たみたいな。でもあれ確かに実際すごい面白いんですよね。荒木先生の独特のセンスですよね。そうなんですよ。確かにここまで来てこの話入れるかっていうね。そう、あそこまで熱い戦いを繰り広げてきて18話を押してくるっていういいな。いやでもなんかいろんな熱い戦いをした中の緩和球大的な話だからこそ面白いんですよね。絶妙ですよね。そうですね。でもよかった。津田さんにそれを聞けてよかったですよ。むしろ抜けてる話の方がやりたいっていうね。そうですね。抜けてる話数だからホームラン打ってって話数は上手い人に任せときゃホームラン打ってくれるんですよ。加藤さんとかだけど制作的にも長い制作になってくるとどうしても穴が開くわけですよね。穴っていうか体力も続かないんで、そこどうやって埋めるっていうところに逆に自分が入って、縁の下の力持ちじゃないですけど底上げしとく、ボトムアップが言うなれば監督の仕事みたいな。そう、何やってるって言われましたけど、何やってるってか、それは監督はあれですよ、雑用ですよスーパー雑用係ですよなるほど。監督って言ってなくてディレクターっていう立場になってるっていうのは、確かに同じ目線な気がするんですよね、他のスタッフさんたちと。そうか、そういう捉え方も。仕事をちゃんと触れる、僕思うんですよ。上になればなるほど、自分だけでやってちゃダメになってくるんですよね。役者もそうなんですけど、座長だから全部やるってなると独りよがりにもなっちゃうので。そうですね。そう結局自分の武器はなんだみたいなのを理解するっていう丈太郎たちの旅もそうじゃないですか。面白そうなんですよ、よりこれ熱い話をしてほしいときは三宅健太に振ったりとかですよそういう話ですよね。ここでこの初心者の意見を聞いてみようって時はやっぱ雲翔さんに話を聞いてみたりとか、
やっぱ俺たちも旅をしているんだきっと。そうですよきっと。このチームで。でそのスタッフさんとどんな話をするかっていうところでですね、こちら来ております。スタンド名エッグベネディクト。美味しそうだなこれ。はい、小野さんこんにちは。そしてゲストの津田さんこんにちは。こんにちは。岩波さん以来の制作スタッフ様、小野さんは普段スタッフさんとどんな話をするんでしょうか。ジョジョの中身の話で盛り上がっているんでしょうか。はい、イエス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 。そしてジョジョの話以外もするんでしょうか。まあたまにね。そしてオラオラジオだから小野さんから津田さんに聞けること、逆に津田さんから小野さんに聞きたいことがあったら聞いてみてほしいです。ということで現場でなかなかでも、ジョジョ大好きトークって、するかというとでもやっぱ仕事に集中してますし、僕らはねそのスタッフさんたちが、卓の向こう側で、めっちゃゲラゲラ笑ってるのは見えてますけどすみません一応録音ブースの中で役者さんとすごい僕らは結構やっぱ話してるんですよ。ゲストの方が来た時にめっちゃ好きなんだよねとか、僕はよく分かんないんだよとか、大きいあとちっちゃい「つ」が大事ですとかそういう話をしながら、ジョジョがどれだけこう好きなのか、こっちはどれだけ好きなのかとかするんですけど、向こうってどんな話ですかスタッフさん。もう結構世間話をしていることも多いんですけど、実際仕事関係でいうと、どういう話してますかね。気になるんですよ。でも本当ねブヒャヒャブヒャヒャ笑ってるのが見えるわけですよ。いやーすみませんね、毎回面白くって一番楽しんでますよね。そうですね、やっぱ楽しいですよね。不安がありつつ、要はこの絵で分かってもらえるかなとか、こうちっちゃい「つ」が大事なんですよとか、フフフの「フ」が1個足りないんですよとか言って、こうスパーンとこうアフ台とか叩きつけて、こんなんやれるかとか言われないかなとかドキドキしながらそんな心境で最初見てるんですか。いや、やっぱずっとやってるレギュラー陣はもうみんな分かってるんで、もうむしろニヤニヤしながらやってくださるんですけど僕らそうですね確かに。ですけど初めてゲスト来た方とかだったら大丈夫かなとか、ご理解いただけるだろうかとかやっぱ思いながらやってますけど、思ってはいるんですけど、あとは岩波さんがなんとかするんだろうという気持ちもなるほどね、そこもやっぱ役割分担ですよね。音響監督は岩波さんだから大丈夫みたいな、やっぱ絶大な信頼感というか。そうなんですよ。ひょうひょうとしてるんですよいつも。ひょうひょうとそのここふでふが何個ですみたいな話をさらっとするんですよね。しますね。いつも聞いててびっくりしますね。でって言われたらやってっていいからやってって言えちゃうんですよねあの人はね。僕だからねスタッフさんサイドだと、やっぱ岩波さんがちょっとジョセフっぽいなって思っちゃうんですよ。実際そうですね。年齢的なところもありますし、経験値とかもありますし、しかもでかいじゃないですか。でかいですよね。タッパあるんですよ、岩波さん。そう考えるとなんかね、でかいイコールひょうひょうとしてるイコールジョジョだってこの人ジョジョなんじゃねってそうですね、感じがするんですよね。岩波さん、そう岩波さんは意義愛がすごいっていう話。意義愛すごいですよ。福円ちゃんねゲスト来てくれた時にその話をしたんですけど、なんかその演技指導がすごいっていう。熱いですよね。丈太郎ちゃんこんな感じでよろしくなんて、意義の時はね身振り手振りありますもんねこの小型犬はさってやって犬好きすぎるだろうってなんだろうな、こう噛みついてる時が一番興奮するとか、詳しいですよねやっぱり。詳しいんですよやっぱ、犬好き、やっぱ犬ね飼ってらっしゃるっていうのもあるでしょうし、愛が半端ないって僕思うんですよ。ジョジョ読んでて思ったんですけど、犬が割とひどい目に遭うのが多いんで。多いですね。そうなんですよ。これやっぱねイギーにはやっぱ頑張ってほしい。そしてこういい思いをしてほしいんです僕は。いい思い、楽しくやってほしいなと思ってたら、もう楽しんでやってるわけですよ。そうですね。福円さん楽しそうですね。完全にそれもね良かったですよ。新しい旅の仲間だったんで、大丈夫かなって、心配はあんましてなかったんですけどどっちなんですか大丈夫かなという気持ちと、ちょっとだけ心配しつつぐらいでやったんですけど、うまく溶け込んでくれてますよね。そのディレクターさんの仕事としてですよ、やっぱその、キャスティングのところにもやっぱ関わってくるじゃないですか。そういう場合ってこの人でっていうのは、津田さんがやっぱり最終的にというか最後の一個手前ですよね。例えばオーディションをやって誰がいいですかねって話をして、僕この人がいいんですけど
って話をして岩波さんが全体のバランス的に大丈夫じゃないってまあ津田君のいい人がいいんじゃないのみたいなことを言ってくれたりどうしてもこの人の場合はちょっとこういう感じで少しはまんないんだよねとかそういうアドバイスをくださってそれをもとにじゃあって相談しながら決めて最終的に委員会の方にこれで大丈夫でしょうかっていう感じですね。でもそう聞くとやっぱりそうかいろんな見方がいろんな角度から見た上でキャスティングになっているわけですね。まあ、やっぱ候補出しをしてくださる方もなかなかに優秀な方なので弊社マネージャーですか。はい白川さんですね。キャスティングマネージャー、いつもお世話になっております昔から彼もこじらせてますから、すごいこじらせてますよねこのキャラなんですけどこっちとこっちどっちのタイプなんですかねみたいなそうなんですよ。いやまた白川さん結構無茶聞いてくれるんで彼も本当にこの仕事をものすごい楽しんでやってるんでそれを聞いて嬉しいですね。よかったです。そうか。何丈太郎が小野さんに決まった時はどうだったんですか。長田さんから当番組のこじらせ作家、長田さんからの今振りがありましたね。小野さんに決まった時ですか。まあ一応接戦と言っておくべきでしょうね。やはりみんな丈太郎っていうわけですごい気合入ってたわけですよ皆さん。小野さんもめちゃめちゃ気合入ってましたけどですよね。本当そうだと思います。でまあやっぱ歌教員とかアブドゥルとか決める前にまずは丈太郎だろうそうか先にで、みんなで決めて丈太郎ほぼ多数決みたいなところがあったんですけど、やっぱ今回の丈太郎に今回のアニメ化の丈太郎に一番合うのは小野さんだったんですよね。やっぱりバチッときたっていうもう気が気じゃなかったんですよ本当。丈太郎決まったらあとはもうスルスルスルっとはまっていった感じでしたね。いや、自分の中でのハードルっていうのが一番高かったかもしれないです。自分の中ではやっぱりどうしてもねそれが邪魔をしちゃうんですよ。100% を出せるかどうかのところで、丈太郎ってこうじゃないかもしれないって自分で思い出しちゃうとアウトだなっていうのがあってぶっちゃけ今ね最近聞かせてもらったんですよその時の音源を。オラオラが遅いんですよ。遅いですねいやもうこれはもうあれびっくりした。本編やってる間に加速していけばいいやと思ってたんで、それが一番ありがたかったんです。いやまあ小野さんは昔から結構違う番組とかでもやっててお世話になってましたけど実力がもう分かってたってところもあって絶対にものにしてくれるっていう確信があったんですよね。僕もあの時点ではねもう自分のパラメーターが成長性 E だと思ってたんでやべえと思っていや E はないでしょ。やべえと思って時間的にラストメールやばい津田さん喋りすぎてる早いじゃあこれ最後です、スタンド名バットマンビギンズビギンズなぜ津田 D が津田ディレクターですね。津田 D が来られると聞いてメールしました。質問です。ジョジョの現場はこじらせている人が多いと小野さんもこの番組でおっしゃられておりますが、そうですね。出演者さん以外でのスタッフさん、他関係者など現場ではどのくらい、そのこじらせている方おられるのでしょうか。その中でも小野さんはこじらせている部類、に入るのでしょうか。このラジオやイベントを拝見する限りではかなりいい線いっていると思います。ありがとうございます。アフレコ現場はね、役者さんは多いんですけれども、どうですか。いや普段あんまりスタッフとジョジョいいよねみたいな話をそうしないで内容の話ばっかするんで、あんま好き嫌いみたいな話しなかったんで、先ほど、人を集めてるプロデューサーに確認しました。風間 P に、風間 P に言わせると 89% 以上随分細かい数字を出してきまして、うわジョジョ好きですと。ちょっと待って、ほぼほぼじゃないですか。しかも各部それぞれにファンがいていろいろとややこしいことになっているみたいな話をしてましたね。3部今やってるけれども、例えばその先の部が好きだったりとか、そうですね、5部が好き6部が好きみたいな、もしくは2部が好きとか、2部が好き、2部が好きで入ってきて、すいません今3部ですみたいな、っていうありがとうございますっていう。分かります。なんかジョジョってやっぱなんか何部ってやっぱ分けてやっぱ語りがちですけど、そうですよね、つながってる結局はつながってるんですよね。だから何部好きって言われたらそれはもうね1個答えろって言われたら1個答えますけど、強いて言うなら全部ってことですよね。そう結局そうなんですよ。なんかそうもう回り回って愚問そうですそう好きなのは何部、
はい、でも全部好き。そうです。ちなみに小野さんはその中でも、僕が見立てではかなり致死量ですね。結構不治の病って感じですけど死に至る病を僕は死に至る病ですね。ジョジョ的にジョジョ好きすぎてっていう。お墓まで持っていくタイプの、その作品に、いや本当そうなんですよ、なっちゃってるんですよ。もう本当好きですよね。好きな漫画ってやっぱり何回も読むじゃないですか、読みますね。何回も読むんですけど、はい、何週目か分からなくなってくるじゃないですか。そうですね、僕もトイレ入るたんびに開いたりします、ね、見方がねだんだん変わってくるんですよね、で年齢でも変わるなと思いました。はいそうですね、その置かれてるその境遇とか、学生の時読んでるのと違うんですよね、全然違いますね。いや本当に昔夏目漱石の坊ちゃんを中学生と20歳と30歳になってから読めみたいな話をされて、見え方が全然違うって、純文学の話ですね。そういう言い方をするとジョジョも純文学みたいなもんですよ。純文学、ジョジョは純文学である。そうそう、もう感情移入する人物がすでに違いますからね、やっぱり。そうかもしれない。確かにそうですそうです。わかります。なんか僕とかこの間もイベントで言ったんですけど、その家庭の方が、結果を大事にしがちだけど、家庭の方にこそ人生のそのなんか意味が込められてるっていうのを前からなんだろうな、例えば5部読んだ時にすごくそれに気づいて、大学時代その鬱屈してた大学時代がそう黄金に変わったんですよ。それを読んだ瞬間に。なるほど。そうでもそれ考えるとですよ、ジョジョって最初から読んでると、一部の時からもうそうだったの。そうですよね、人間参加だったんですよ本当に。人間参加なんです。生きてるその家庭のところで何を成し遂げたか、誰に優しくできたかとか、誰と会話をしたかとか、そうだからそこが大事なんであって、結局勝てばよかろうなのだって言っちゃダメなんだ。勝てばよかろうなのだとか言ってると、うちの彼方に飛んじゃうわけですよね。そうなんです。考えるのやめちゃうわけですよね結局ね。いやなんかね、そういうことに気づくと読むたんびに発見があって、もうぶっちゃけますよ、この先の話読んでると、大体敵そうなんですよね。大体敵ってね、家庭をすっ飛ばして結果に行っちゃってる人たちばっかりなんですよ。そうですね、だからやられるんだよって思っていて、確かにそうですね。僕だから津田さんが積み重ねてきてくれたおかげで1部2部と、津田さんもみんなスタッフさんみんなですよ、みんなこう積み重ねてきてくれたおかげで3部今できてるなって、話したかったですよ。2部でカーズがラッシュをしているっていう。ラッシュしてますね。溶岩の中でオーラオーラとあれびっくりして、やっぱ見てて、あれは、あの時期も実はもう3部決まってたんで、3部のそれオラオラのラッシュどうするよっていうのはもう結構頭もたげてた時期なんですよね。そこでちょっと実験的に3部のアクション作家の幸田さんに原画を振って、ちょっと幸田さん描こうよって言って既成事実を作ってですね、幸田さんを引き込んだわけですよね。あの時やったよなってお前が1コマで打ったよなシートみたいななるほどね。だからあれやってる時に「津田さんこのカットなんやけど」って幸田さんが来て、で1コマで打って2コマでやるとちょっと遅い気がするんだよねって言って、でもほら3部のラッシュもあるじゃんみたいな話をした瞬間、来たー3部の話をこいつが持ち出してきたーと思って、やるよなーっつってそんな感じでしたよお前は次に3部でもオラオララッシュを描くとか思ってたらレロレロ自分で書いてたっていうずっとレロレロしてるっていうレロレロも書いてた、書いてるっていう、こんな感じです、ラッシュといえばってことですね。そうラッシュといえばってあれもレロレロも同じ人が書いてましたみたいな。いやー感動ですよ本当。つながってたんですね実は。でも本当そういう意味ではスタッフさんたちもやっぱりこうつながって一緒に旅をしててずっと紡いでくれてるっていうのはですね、そうですよ。だからこの後半ジョジョですジョジョですよ。後半のエジプト戦も前半の旅があったから今ここにエジプトに来て結実するんだろう。
するといいなみたいな、まだ詳しくは言えない。詳しくは言えないですけど、言えないです、うわ言いたくてしょうがないまあね、今日のアフレコのこととかね、ダメだ、でも絶対言えない。言えないですね。言えないです。それも楽しんでもらうとして。はい、まあそんなわけで、はい、名残惜しいんですけれども、以上フリートークコーナーでございました。津田直勝、破壊力 C、 スピード C。 ジョジョを知ったきっかけ、意外、それは番組宛てに毎回たくさん来ているジョジョを知ったきっかけシリーズこれあるんですよ。もうジョジョを知ったきっかけのメールがたくさん来てるのでですね、それをシリーズと題しまして今回コーナーにしてみました。コーナーにはい、ジョジョを知ったきっかけにドラマあり、このラジオからジョジョを知りアニメに入ったリスナーさんもたくさんいると思いますけれども、ね、エジプト編をテレビで見てジョジョを知ったという人もきっといるはずなんですよ、なるほど、エジプト編からかいいる確かに、まあでも言いますよね、いるんです、なのでですね、その普段なかなか紹介できない、そんなジョジョとの出会いっていうのをですね、今回津田さんを交えて紹介していきたいと思います、はい、スタンド名ボルチーニだけ、意外、それはアニメジョジョはアニメのスターダストクルセイダースからハマり、アニメでやったところまで原作を読んでいました。ところがオラオラジオ第1回を聞いてみると、私が知らない4部以降のジョジョワードがどんどん出てきてとても焦りましたもっとジョジョを知りたい。そして私は6部まで単行本を読んでしまいました。そこでもう一度オラオラジオの CD を聞くと、小野さんがちょこちょこ投下していくジョジョネタが心で理解できてとても嬉しかったです。しかし第13回目でジョジョマスターと名高い岸尾さんがジョジョを語り出すと、7部や荒木先生の前作にまで話が及び、なるほどね、馬王とかね、はい、私は再び焦り7部を読もうと決心しました。オラオラジオのおかげで私はズブズブとジョジョ愛を深めております。ありがとうございます。アニメから入り、そしてラジオを聞くことによって先の単語が気になってしまうという。わかりますね。わかりますか。まあ全部読んでるから厳密にはありそうだねという感じなんですけど、でもまあでも僕だってぶっちゃけな話、まあ、7部とか8部とか話したいですよね、さっきも打ち合わせの時にね、ジョジョリオンの話をね、そうですね、ちらっとしそうになりつつも、でも僕が単行本派だって話をしたら、じゃあ連載の話しないでおくわって言ってくれたんですけど、うっかりするとともするとね、言っちゃいますもんね、言っちゃいますよ本当に。まあリアルタイムで読んでて、まあ、その常にこう毎月こう更新されてるわけですよね、情報が、誰かと話したいわけですよね。なるほどなるほど。だから僕ジョジョリオンの話を最近一番するのは、担当の山内さんっていうそれもうだって集英社の方、そうですねそれ作ってる人ですよね。作ってる人ですね。さっき知ってる人ですよね。そうですね。さっきちょっと聞いてるっていうのを聞きましたよ、さっき。ちょっとだけですよ、単語とかないんですよ。いや来週ちょっとすごい驚きの展開ありますよ程度です。いやずるい、後でオラオラしときます。ちなみにですね、そう先の部の話がちらっと出てくるっていうのもまあこれしょうがないですよね、体に染みついてあれですから。ごめん、ちょっとずつ出てるかもしれない、はい、津田さんの髪型がある時を境にちょっとペッシっぽくなってるんですそれを言っときます。あとはお察しください。ね、本当にね、そうなの、ある日突然ね髪切ってきたんです、津田さんが。後半戦に向けて何か俺できねえかなって、いやコンテかけようって話なんですけど、いやそれはもちろん、それをやりつつ何か気合い入れて気分を変えてこう心機一転しようとって、やっぱ長丁場なんでどっかで気分入れ替えたいと思って思い切ってこう髪の毛切ってちょっと楽しくなってきちゃって、もうモリ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 って切ったらペッシみたいになってたっていう。そうで2ブロックがね鋭角に入っちゃってますよね、なんか。いや本当ですよ、兄貴って感じですよねコンテを書くと言った時点でもう書いてる。そう書いてるんだ書くじゃねえって書いただそうなの。わこれ楽しいなこの話そうでも津田さん本当にね、気合を入れてくれて、だからねより一層なんかねジョジョ愛がねこう伝わってきたんです、その時に。そうよかったです。だからねアフレコに力が入ったっていう話ですよ。いやこれじゃあナイスパフォーマンスだったってことですね。ナイスパフォーマンスですね、じゃあ続いていきます。スタンド名マカロン。
ジョジョを知ったきっかけ、意外、それはラジオ。私がジョジョを知ったきっかけはまさしくこのラジオからです。小野さんがジョジョというアニメの主人公をすることとラジオもやると、いうことを知って聞いてみてっていう感じです。ああ、そうなんだ。最初は謎だった小野さんの例え話ああ、そうだよね、少しずつ分かるようになってきました。今ではアニメも全部見て単行本を集めるまでになりました。よーし、いいぞいいぞ。でね、学校の行き帰りで集めて読んでいってるのでまだ2部の途中なんですが、1月からのエジプト編も楽しみにしております。まあでもほぼほぼ追いついてきてるじゃないですか、2部の途中ってことは。そうですね。ね、もうすぐだ。ね、いやー、これでもね、僕ジョジョじゃなくても、ラジオとか聞いてて、例えば僕伊集院光さんが大好きで、僕も大好きですラジオ聞いてるとわけわかんない単語出てくるじゃないですか。出てきます。調べるんですよね。調べますね。調べてまたハマっていくじゃないですか。ジョジョもそうなんだなと思って。そうですね。そうこの人が言ってるから、あれと思ってもう一回読み返したら、ここ面白いってなったりとかするし、思ったんですよ。僕結構最初の方はこれでも抑えてたんですよ。ジョジョのこと、先のこと言わないようにしようと思って。気を使っているなとは思いました。だいぶなんですけど、最近ね、タガが外れたんです。岸尾って人のせいで。岸尾さんですか。あまりにこのラジオでですよ、いろんなものを投下していきまして、多分一番オラオラが多かったラジオだったんじゃないかなと思うんですけど、これまでに。でもそれやることによって興味持ってくれる人がいて、そうですね、より調べるっていうね。だからね、これでいいんじゃないかと。バカ力的な。バカ力伊集院さんのね、やつ。そうなんですよ。だからね、いいです、津田さんも。もういいんですか。いいです全然。なんか思いついたら言っていいです。じゃあ時間どのぐらいあるか分かんないけど、なんか言っちゃったらオラオラしといてください。わかりました。続きまして、スタンド名よみがえった星垣さん。ジョジョを知ったきっかけ、意外、それは橋本仁。私がジョジョにハマったきっかけは、なんとオープニングを歌ってらっしゃる橋本仁さんです。10年以上昔にしていたアニメの主題歌を歌っており、そのアニメに再燃していたところ、友人の S 君がジョジョも橋本さんがオープニング歌ってるんだぜと布教されました。調べてみると声優さんも豪華、橋本さんを通じて10年以上の時を経てジョジョに出会った何かしらの因縁を感じえません。因縁なのかな。それからジョジョ愛をこじらせるようになってしまい、 S 君には冷めた目で見られていますなるほど、ハマってますね。ハマってますね、橋本さんから。なるほど、橋本さんからきっと。なんと出てましたよ、僕。出てたんですか。万暦でよく出てました。2002年作品。そんな前なんですね。そうなんだ。年取るわけだ。僕もです。この乾いた笑いが。きっかけすごいな。すごいですね。主題歌から入って。2002年か。あれクーがいつだっけ。2000年ですか。青空になるですよ。エンディング。重い荷物を枕にして大好きでした。僕も大好きでした。うわー、ジンさんですよ。やっぱり同い年だと被りますね。被りますね。と思う、その感覚が。面白い面白い。まだスタンド名ごま卵。ジョジョを知ったきっかけ、意外、それはイギー。イギー。ジョジョを知ったきっかけですが、4年ほど前、ある日立ち寄ったゲームセンターか何かで見たイギーのフィギュアからです。私は犬が好きです。なんだこの愛らしくも不細い犬はとなり、調べたところ、ジョジョの奇妙な冒険という漫画に出てくるイギーという犬だと分かって単行本を買ってみるも、読めどもイギーは登場せず、時すでに遅し。気がついた時には物語の先が気になって単行本を買うようになっていきました。後ほど無事イギーとの感動の再会も果たし、今ではテレビでの登場を心待ちにしているといった感じです。イギーありがとう。イギー出てくるまでだいぶかかりましたね、これ。本当ですね。プライズで出てたイギーのフィギュアね。どっちなんですかね。ブサイクな方とかっこいい方と。もういい時もありますからね、イギーってね。そうですね。なるほど。
でもブサイクって言ってるからブサイ犬、ブサイ犬愛らしくもブサイ犬ってこんな感じで2種類。今長田さんがね画像出してくれたんですけど、これもうなんか頭蓋骨のレベルで違いますよね。違いますよねこれちょっとただ実際ジャンプを読んでる時は僕はその変化を全く違和感なく受け入れてるわけですよね。後で単行本で読み返した時に布団で寝ながら読んでる時に改めてあれイギこんなブサイクだったっけって思いましたもん。流れで読んでるとそうでもなかったけど、はい、改めて読み返して単発で見てみると、確かにちょっと違うなみたいな。そうなんですよね。流れ的には自然なんだこれが、はい、きっと。いやー、これぶっちゃけでもね、ほらあれこんな身長低かったっけとかあるじゃないですか。いや本当にあれ面白いですよね。イギの対比大変なんですけどリアルなそのテリアのサイズにしたらとか。なるほどなるほど、例えばでも大きく見えたりもするじゃないですか。ジョナサンがすごい僕顕著だったと思うんですけど、こんなに腕太かったっけとかなりましたね。確かに、迫力っていうのはやっぱ人間をでかく見せるんですよきっと。そうなんですよ。実際にそうなってるかもしれないけども、実際それ以上に多分イメージの絵なんでしょうねこれって。でしょうねきっと。高原先生ってそういうとこ描いてるのかなと思って、だからまだまだありますが今日はここまで。あれうわすごい喋ってるというわけで、また後日紹介していきたいと思います。ジョジョを知ったきっかけ、意外それはでした。津田直勝、射程距離 C、 持続力 C。 あなたの奇妙な冒険。人生で一度はある奇妙なエピソードを紹介していきます。では早速こちら。スタンド名おてて。どうも、入門して5ヶ月のジョジョビギナー女子です。ジョジョを知ったきっかけ&奇妙な話になります。私は大学生なんですが、その大学内のよく遊ぶグループでジョジョブームが起きていました。ジョジョのアニメが深夜やっているのも知っていたんですが、絵が怖いのとよくわからないのとでスルーしていましたが、あまりに男子たちが進めてくるので仕方なく読むことにしました。漫画の1部から3部までを全巻渡されて重い思いをして帰ってくると、なんと借りてきたものと全く同じ1部から3部までのセットが玄関の階段横に置いてありました。高校生の妹も同じ日に友達からジョジョを勧められて借りてきていたのです。このオラオラジオで小野さんが言われている惹かれ合う的なことはこれなのでしょうか。1月から再開するアニメも楽しみにしています。あと貸してくれた男子たちがどこまで読んだのか会うたびに聞いてきます。熱い暑苦しいほどに、オラという締めがオラでした。オラでしたなるほど。結構ハマってますね。これはこの経験はでも僕はねデジャビューでした。それは僕平川さんに誕生日プレゼントと称して3分の文庫本のセットを無理やりプレゼントしたんです。ゴージャス急に、平川さん何も言わずにこれを受け取ってください誕生日プレゼントですって。だいぶ前だったけどって言われていいんですいいんですって今ちょっと平川さん似てました読みなさいよっつって半分切れ気味に渡しましたからねいいから読みなさいよってでした、なんでしょうね。でもそれこそ君もこのパティーンですよね。パティーンですね、きっと。俺はジョジョ知ってるけどねぐらいな感じでしたけど、逆にひょっとしたら君は、俺ジョジョ興味ないからあげるようだったのかもしれないんですけど、ちょっとしたツンデレだったのかもしれないですよ。実は知ってほしかった。でも俺そこまで知ってほしかったもうやめましょう。これ広げても何もない。いやそれは津田監督におけるシーザーの関係性かもしれないですからね。そうですね、確かに彼なくして俺はなかったかもしれない。彼が魂を見せてくれたんですきっと。いやもう本当にね、もう今ね久しぶりに会いたいですけどね、中学校の時のみんな何してんだろうとかたまに思いますけど、いや女の子でジョジョ好きってだけでなんかおって思っちゃいますよね。それは
僕が思ったのと一緒かどうかわかんないんですけど、僕は「お」っていうのが「おマジで結構パンチ効いた子だな」ってなんかこいつちょっと油断ならねえ的な。油断ならねえ的な。でも話が合うなと思いますけど、と同時に油断ならんなとも思いますよね。だから、まあジョジョ好きってあたりだけで結構なかなかこう一癖ありそうな気はしますよね。しますよね。確かに。ぶっちゃけ言うとうちの大学はでもね多かったです。割と話してみると。いや漫画好きなんだろうなっていう前面に出ますよね。なんかそれだけで好感度上がりますよね。みんなジョジョ読むといいよ。男はジョジョ読んでる女の子は好感度上がるから。それだけで。これ皆さんぜひこの津田さんからステマじゃないよ。読もうよ。というわけで、あなたの奇妙な冒険でした。津田直勝、精密動作性 C、 成長性 C。 ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダースオラオラジオエンディングです。というわけで津田さんの基本能力なんですけれども、全 C っていう全 C ですね。オール C っていう。オール C です。この心は僕は基本的にオール3の男だと思っていて、自分を。もうこれはもう逆に自分の特徴であり自分の武器だと思ってるんですけど、何でもできるけど何もできない。でもだからこそジェネラリストでいられる自分がそう思ってるからこそっていう、だからこれだったらこの人に任せた方がいいな、ただその人の仕事の良し悪しは理解できるぞっていうことですよね。自分の強さも弱さも知っているからこそということですよね。人に仕事も触れるし、自分ができることもできるし、これは自分でやっとこうと。これ新しいです。でもこういうこのダイアグラムはCCCCC、ほぼ近いのがね、先ほど長田さん調べたところメタリカだそうです。メタリカです。カミソリ出ちゃうあれであれでも相当強いですよね。相当強いですよね。やべえこういう話してるとね終わらなくなっちゃうこのラジオ終わらなくなっちゃうんですけれども、お忙しい中来ていただきました津田さんなんですけれどもですね、どうですか、喋り足りないこと、言い残したこと。いやもう実際いっぱいあるんですけど、小野さんのおかげで非常に楽しいひとときを。こちらこそありがとうございます。でも聞いてくださっている方々もこれからこれから見るというところでどうですか。いやエジプト編もスタッフ一同もう気合を入れて、もうガス欠寸前ですけど気合入れて頑張ってるんでどっかで本当ガソリンスタンドみたいな大丈夫です。大丈夫です。ちゃんと走り切れます。本当に熱量めっちゃ感じるのでですね、僕らも一丸となってこの旅を最後まで続けたいと思います。お付き合いいただければと。一緒に行きましょう。よろしくお願いします。あいつのところまであいつを倒しましょう。この旅の目的ですからね、長いことやってね。本当にでもこのチームならいける気がします。アニメやラジオの感想、ゲストのへのメールお待ちしております。でですね、告知しなきゃいけないんだ。これ昨年12月にプレイステーション4、プレイステーション3用のゲームジョジョの奇妙な冒険アイズオブヘブン発表されました。フリーランが可能な立体的なステージでジョジョの各部の人気キャラが登場して夢のタッグバトルを繰り広げます。ジョジョの奇妙な冒険アイズオブヘブンの公式ホームページでは岸辺露伴が案内する迫力の PV 第1弾を公開しております。ぜひチェックしてみてください。詳しくはジョジョの奇妙な冒険アイズオブヘブン公式ホームページをチェックしてください。ということで、ゲームの話もね、さっきなんか津田さんとタクシーの中で話してるとちらっとね、そうですね、あのゲーム出来よかったねとかありました。いっぱいありますよね。あれがさって、このアイズオブヘブンもこの間サイバーコネクト2さんちょっとお邪魔して、ちょっと動いてるの見せてもらったんですけど、いや気合入ってますね、相変わらず。やっぱね思ったんですけど、津田さんファンですよね。そうですね。ファンというかオタクですよね。もう完全にジョジョタの鏡ですよ。いや
楽しみです。楽しみです、そんなわけでですね、今日は本当このスタジオほぼジョジョータでお送りしましたというわけでお相手は空長長太郎役の小野大輔とディレクターの津田直勝でした。この番組はスピードワゴン財団の提供でお送りいたしました。